今日は7班ターボのアクセサリー類についてちょっと紹介しようと思います。まずこのカーナビですね。これは、人工衛星ですけど、米国の GPS ではなくて日本の人工衛星を使ったもので、日本の人工衛星の場合は、真上からですね、静止軌道にある真上から電波が降りてくるので、ビルの影に入らないという性能のいいものです。スマホでもあるんですけど、この車用のナビの一番いいところは、この右側にですね、道路の絵がさっと出てくるので、これがすごく便利なんですよね。スマホだとこれが出てこないので、高速道路をぐるぐる回ったりとかいうことをしたことがあります。完璧じゃないんですけど、非常に、重宝してます。で、それからですね、追加では、このバッテリーのシステムですね。ここがいいんですけど、これ太陽光電池を使った、バッテリーのシステムです。右方向、京葉道路、小松川線、東京方面です。その先、カーブです。と思いますね。このバッテリーのシステムがこう入っていて、こういうジグでですね、こう止めているという方ですね。で、雨が降った時にどうするかなんですけど、一番安くて手軽な方法が、こういうビニールがありまして、これをですね、こうくるんで、やればですね、タッチとか画面見るのもできますので、これを持ち運んでくるんで、縛るということをやってます。で、このバッテリーのシステムに追加してもう一つ余分に、分岐を作ってるんですけど、この USB のコネクタ、これの場合は太陽電池なので充電しますけど、USB のコネクタをつけて、このシガーソケット型のですね、DC-DC コンバーターで 5V を 12V のバイク用の電気に、昇圧して、それでですね、自作のこの分岐のボックスに入れてます。で、ただですね、問題点はこの DC-DC コンバーターっていうのはスイッチング形式のものを使っていて、ある電圧のものをこう、スイッチングさせてですね、5V を、エネルギーを貯めて 12V っていうのを上げてるんですけど、この 12V で上がったところがですね、スパイクのノイズで現れるので、ノイズこのままつなげると作動しない機器があります。バイクの警報装置が作動しなかったんですけど、ですから、分岐をする、ところですね、4つぐらいの分岐をつけてるんですけど、ここにキャパシターと、それからコイルをつけて、ハイパスフィルターを作ったんですけど、これでも残念ながらできませんでした。これ今だからそういう意味では使ってないんですけども、4つ分岐ができるようにはなってますけど、今使ってません。ちなみにここからの出力で、このカーナビの方を接続しましたけど、こっちのは大丈夫でした。ただこれ直接こう取れるので、将来アクセサリーが増えたら、ここからまた分岐して取ってくるというふうになります。で、なぜそれからこの追加のこの太陽電池のバッテリーをつけたかってことですけど、やっぱりバイク本体のバッテリーから持ってくるとですね、若干の待機電力とかも使う可能性があったりとか、不具合の原因にもなるので、バイクのバッテリーはですね、セル駆動用ということで、なるべく使いたくないということで、補助の電源として使いました。ですからこれとってもですね、今バイクのバッテリーの方のは、調子がとってもいいです。では電源系と分岐系と、それからカーナビですね、を紹介しました。次にですね、この油温計ですね、油温計を一つ追加で入れました。ちょっとこれ今つくかどうかつけてみますけど、で油温計はですね、電気をちょっとこのオンにしたら、つける設定にしてるんですけど、つきましたね。17.6 度。はい。で、
この油温計の設定なんですけど、なぜか明るくすると電気がですね、今切れないんですけど、なんか明るくしちゃって太陽光を直接当てると、ここが反応して切れちゃうことがあるんですよね。なぜだか分かりません。これは800円ぐらいの安いものです。で、どういう風に取り回して持ってきてるかというと、ここから配線が来て、それから、本当だったらオイルのこの下のドレンボトルとかから持ってくるんですけど、ちょっと媒介に頼んだらできないってことを言われましたので、自分でですね、このワイヤー一つ予備を買ってきて、熱電水ですね、熱電水をつけて、この金具で100円ぐらいの金具で縛って、このオイルクーラーから直接持ってきて、ここの熱を測ってます。で、オイルの熱といってもですね、このエンジンの中で場所によって温度って全然違ってきますので、オイルところで測った温度なのか、このエンジン近くだったらもっと高温ですし、目的としてはこのオイルクーラーのところで測ってトレンドが分かればいいと思いますので、私はここで測ってます。で、だいたい今 18.1 度ですね。18.1 度ですけど、夏場で測ると、60度から70度ぐらいまでになってました。だいたいその傾向を見てれば、オイルで問題があるかどうかっていうのが分かりますので、用途としてはこれで十分かなというふうに思います。以上、バイクにつけたアクセサリーのご紹介でした。